今日、誰のために生きる？ものすごい本に出会いました。つかぬことをお伺いしますが、椎茸を食べたことはありますか？あるんですね。では、鳥の卵を食べたことはありますか？あるんですね。じゃあ、薬が家にあったりしますか？それもあるんですね。じゃあ、最後の質問。旅行に行ったことはありますか？それもある？これ全部江戸時代の庶民にとっては贅沢なことでした。それに家にクーラーと冷蔵庫のある暮らしは、あの天下統一した徳川家康だって味わえていないんです。天下不武を掲げた織田信長だってカプチーノを飲めずに死んでいるんです。僕らはこれまでの人類史の中で一番贅沢に生きています。なおかつ一番便利で一番安全に生きています。さらに映画や漫画、ドラマ、ゲームなど楽しいコンテンツに囲まれた毎日を生きています。では僕らは江戸時代の人と比べて何万倍幸せになっているんでしょうか。江戸時代末期、海外から日本にやってきた外国人たちは日本人を見て口々に日本人は幸せで満足している。街中に上機嫌な様子が行き渡っている。顔が生き生きとしている。と記しています。黒船でやってきたアメリカのペリー提督しかり、イギリスのオズボーン艦長も、日本では不機嫌そうな顔には一つとて出会わなかったと言っています。フランスの作家ボーヴォワールは、日本人ほど愉快になりやすい人種はほとんどあるまいと言い、1886年のタイムズ紙には、誰の顔にも陽気な性格の特徴である幸福感、満足感、そして機嫌の良さがありありと現れていると記されています。当時の日本は今よりもっともっと貧しかったにもかかわらずです。では、今の日本に上機嫌な様子が行き渡っているでしょうか。贅沢ができて便利になって安全になった結果、僕らの幸せはむしろ激減してしまっているのではないでしょうか。じゃあ、どうしたらいいのか。すべての答えがアフリカの文殊村にあったのです。先日知り合った正元さんは、アフリカのペンキアートを学びたいと、アフリカのタンザニアの文殊と呼ばれる村で生活することになりました。実はこの村こそ、そこに住む人たちの幸せがずっと続いている村だったのです。正元さんが同居させてもらうことになった家の近所に、ザイちゃんという3歳の女の子がいました。ある日、ザイちゃんはお父さんに、流れ星を捕まえに行きたいと言いました。もしあなたが3歳の子から流れ星を捕まえに行きたいと言われたらどうしますか？その村の大人たちは全員が行くんだとか。その日も1時間半くらい探して帰ってきました。またその翌日もお父さんたちが探しに行こうとしたので、正元さんはさすがにもうやめさせようと、流れ星なんて捕まえられるわけがないと伝えたんだそうです。すると、正元、お前は流れ星を捕まえに行ったことがあるからそう言っているのかと聞かれた。行ったことはないと言うと、行ったことのないやつに言われたくない。お前にはロマンとか夢はないのかと真面目な顔で言われたそうです。正元はいつも無駄を省いて効率よく生きようとしているけれど、無駄とかしょうもないことの中に幸せというものがあるのにもったいないな。さらに追い打ちをかけるようにこう言われたそうです。効率よく考えるのであれば生まれてすぐ死ねばいい。人はいかに無駄な時間を楽しむのかっていうテーマで生きているんだよ。お前の心のゆとりはどこにあるんだ？お前の幸せは一体どこに行ったんだ？でもこれ昔の日本人の感性なんです。ご覧ください。かつての日本人が無駄を楽しんできた決定的な証拠。芸術家岡本太郎が日本の美の源流と称えた約5000年前の縄文土器です。火で焦げた部分や吹きこぼれのあることから食べ物の煮炊きに使う土器だと分かっていますが、ここまで世界観を盛り込んで作っちゃうと煮炊きに使いにくい。でもこれぞ無駄を楽しむ精神の結晶。日本の心の原点だと言っていいでしょう。
縄文時代は1万4000年もの長い間、武器も持たずに平和を貫いた世界史的に見たら奇跡と言われる時代です。この無駄を楽しむ精神こそが心にゆとりをもたらしていたのではないでしょうか。人は心にゆとりがあるときは争いませんから。僕らはお金のために効率を求め、他人の目を気にしていいねを求め続けた結果、一番大事な心のゆとり、幸せを感じる心を失ってしまったのです。そして実はアフリカの文殊村に伝わる幸せがずっと続いていく感性は、なんと日本人から教わったというのです。アフリカにかつての日本人の感性で生活が営まれ、ずっと幸せであり続ける村があったのです。どういうことか、その謎、日本人の秘密は本書を最後まで読んでいただけると明かされます。というわけで、はじめまして、作家の翡翠小太郎です。2022年4月30日、僕は湯河原のあるお宿で仲間と一緒に温泉に浸かっていました。そこで30代であろう見知らぬ男性に声をかけられたんです。それが正元さんとの出会いでした。この奇跡の物語はここから始まります。文殊村で教えてもらったことがあまりにすごくて、一人でも多くの日本人に伝えたいと思って、今こうして伝えているんです。ちょっと聞いていただいていいですか？と正元さんはいきなり言ってきたのです。ここで？正直そう思いました。だって今温泉に入っているんですから。しかし彼が話し始めてからの15分、僕は仲間2人といたのですが、みんな彼の話に釘付けになりました。正元さんの話を聞けば、僕らが失いつつある幸せを感じる心を取り戻せる。そして日本人であることに誇りを持てる。と僕は確信しました。そして彼が一人でも多くの日本人に伝えたい。とこうして温泉に入りながらでも声をかけてくるその理由が話を聞いていて分かりました。僕は温泉に入っている場合じゃないって気づきました。こんな素敵な話を僕ら3人だけで聞いているのはもったいない。今すぐ温泉を出て収録させてもらって YouTube で全ての日本人に聞いてもらいたいと思ったんです。その時に収録した YouTube を聞いた出版社の編集者の間野晴美さんが、この奇跡の物語を本にしたいと言ってくださり、こうして書籍化されました。かつて温泉トークがこんな形で迅速に書籍になった例はあるのでしょうか。もちろん彼は僕が作家だということを知って声をかけてきたわけではありません。その時僕はただのニューヨーカーでしたから。そんなダジャレはどうでもいい。この本は2部構成になっています。まずは正元さんが経験してきた幸せがずっと続く村の物語を紹介します。喜びとは、失敗とは、仲間とは、仕事とは、そして幸せとは、アフリカのある小さな村の村長が教えてくれた衝撃の生きることのすべて。あなたの心がたちまち幸せに満たされる感動の実話です。そして後半はそれを受けて幸せになるものの見方を18年研究し、70冊の著作を通して伝えている作家の僕が、文殊村の教えを僕らの生活により落とし込めるように解説させていただいております。この物語はアフリカの遠い世界の話じゃないんです。日本人が誇りを取り戻し、今すぐ幸せになれる物語です。そして一つ予言をしておきましょう。この本を読み終える頃には、今度はあなたが正元さんのようにこの話を一人でも多くの人に伝えたくなることでしょう。ただし、温泉でいきなり声をかけるのはやめた方がいい。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、今日誰のために生きるという本をご紹介します。いやー、まだこの本を読んだ感動と衝撃から抜けきっておりません。そしてこんな思いが全身を駆け巡っています。これが人間の生き方だったんだって。そして日本人に生まれてよかったって。こんな熱い思いを久しく忘れてしまっていた方にぜひ読んでいただきたい一冊です。著者は正元さんと翡翠小太郎さん。アフリカ・タンザニアで
村人たちと寝起きを共にしながらティンガティンガのペンキ画法を学び、日本でティンガティンガのペンキ画家として唯一名乗ることを許されている正元さん。そして名言セラピーや明日死ぬかもよなど、たくさんのベストセラーを通して今を輝かしく生きることを笑いと涙を交えて伝えてくれる翡翠小太郎さん。翡翠小太郎さんの本はこのチャンネルでもたくさん紹介させていただいていて、僕の大好きな作家さんの一人です。そんなお二人が人間本来の素晴らしい記憶を呼び覚ます熱い思いを一冊に詰め込んだのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。200人の小さな村、ブンジュ村との出会い。アフリカのタンザニアについて最初に行ったのがティンガティンガアーティストが集まるティンガティンガ村でした。僕がティンガティンガ村に来て数日経った頃、ノエル・カンビリさんという40歳くらいの男性が声をかけてくれました。ティンガティンガ村でも絵は描けるけど、ここは観光地だから勉強するには受講料が高い。だから俺が住んでいる村に来て一緒に生活をしながら描いたらどう？その村がブンジュ村です。バスを乗り継ぎ3時間かけて到着したブンジュ村は200人ほどの小さな村です。この村には高い建物はまるでなく、お店といえばおじさんやおばさんがやっている屋台のような売店だけ。電気は日に3、4時間程度使えますが、それもついたり消えたり。水は川から汲んできますし、ガスはありません。つまり、ライフラインのほとんどを自然に頼っています。カンビリさんの家にお世話になることになった僕は、朝6時半ぐらいに朝食をとり、7時から絵を描き始め、休憩は昼食の時くらい。日が落ちるまで毎日12時間絵を描き、1日最低4枚は描くと自分にノルマを課していました。そんな僕の様子は日本人から見たら真面目で立派と褒められたかもしれませんが、ブンジュ村の人の反応は全く違い、僕は衝撃を受けました。僕はこの村で幸せとは何か、どうしたら人は幸せに生きられるのかを村人みんなから教えてもらうことになります。そして気がついたら涙が出るほどの体験をいっぱいさせてもらったのです。ブンジュ村に伝わる幸せの3か条。カンビリさんに連れられてブンジュ村に到着すると、まずダマス村長の家に行きました。これからこの村の一員となることを認めてもらうためです。70歳を超えているという村長は寡黙で落ち着き払ってあぐらで座っていました。目の奥に深い優しさをたたえて僕を見ています。挨拶を終えると村長はこう言いました。ご飯が食べられることに幸せを感じられるか、ただいまと言ったりお帰りと言ってくれる人がいるか、抱きしめられたら温かいと感じられる心があるか。この3つがあなたの中にあるんだったら村においで。これはブンジュ村に伝わる幸せの3か条だそうです。幸せの3か条の意味はとても独特です。1つ目は食事に感謝できるかどうかということ。でも、ただ感謝すればいいということではありません。感謝の心を持って丁寧に味わうということです。そして2つ目は、お帰りと言ってくれる人は家族である必要はありません。この村では家族という血縁にこだわらず、常にいくつかの家族が助け合って生活しています。だからコミュニケーションをとても大切にします。ただいまと言ったら、お帰りと言ってくれる人がいるかということは、そうやって挨拶できる存在がいるかどうか、そういう環境にちゃんと身を置いているかということです。また自分もお帰りと声をかけて人を大事に思う気持ちがあるかということも意味しています。そして3つ目は
肌の触れ合いの大切さです。人のぬくもりがわかる心があるかどうかということ。文治村では人と人が触れ合った時の肌の温かさがわからなければ、その人の言葉にも温かさや思いは乗らないと考えられているのです。そして最後に村長の奥さんが僕にこう聞いてきました。この世の中からお金というものがなくなったとしたら、あなたは生きていける人間ですか？彼女が言うには、いつか紙幣は紙切れ同然となり、価値がなくなる時代が来るそうです。そんな時代を生きられるのは愛を持っている人だけ。愛を持って日常生活を過ごしてきた人は、その時代を生きられるというのです。そして僕がそういう人間かどうか問われたのです。僕は訳がわからないまま、とりあえずはいと言って、ひとまずこの村に住むことが許されました。これらのことが想像以上に深い意味を持っていたことに気づくのは、この村での暮らしを始めてしばらく経ってからです。一番大事なのは、まず自分を大切にすること。文治村で生活するようになった当初、証言を見ているとヒヤヒヤするとよく言われました。理由は奉仕の精神が強すぎるから。それっていいことのように思いますが、この村では違うのです。ある日、両手で重そうに荷物を抱えているお母さんを見かけたので、僕は持ってあげようとすかさず彼女に声をかけました。すると、証言には手伝ってほしくないと言われてしまいました。困っている人を見たら助けてあげるように、人に親切するようにって僕は教わってきました。それなのに、ここでは断られるんです。そのお母さんは言いました。人の心の中には喜びのグラスというのがあるのよ。自分の喜びのグラスをまず満たして、そこから溢れた時、その溢れた愛情で人のためにしてあげたらいいのよ。彼女には僕の心の中の喜びのグラスが枯渇しているように見えていたのです。自分を絶対に置いてけぼりにしてはいけないよ。僕は村長に何度も何度もそう言われました。一番最初に大切にしないといけないのは自分だよ。証言はいつも自分を置き去りにしているように見える。それで証言の魂は喜んでる？自分の魂に失礼なことをしてはいけないよ。村長は僕の話す言葉、食事の時の様子、食べ方、絵に対する取り組み方など、日々の生活のすべてを見て自分をないがしろにしているように感じていたのです。心に余裕がなく何かに追われているように見えていた。また常に自分に何かを課しているように見えていたのです。証言、まずは自分の心を満たしてね。村長だけではなく、村長の奥さんにも、かんびりさんにも、3歳の財ちゃんやたまに会う人、たまたますれ違った人など、とにかく顔を合わせた人みんなから僕はそう言われました。自分の心を満たさない限り、本当の意味で誰かの力になれないことをみんな知っているからです。そして満たされていない人が人のために何かをしようとしたとき、必ずトラブルが起きるということも知っているからです。自分が自分の一番のファン。文治村の子供が小さい時からお母さんに教えてもらっていることがあります。それは、自分が自分の一番のファンでありなさいということ。日本で言うなら、お箸をちゃんと持ちなさい。寝る前には歯を磨きなさい。というくらいのレベルで小さい時から叩き込まれるのです。だから、証言見て。俺のオレンジの剥き方かっこいいだろ。俺はズボンを上げる位置をちゃんと決めているんだ。そんな自分を愛しているんだよ。俺のアボカドの切り方最高だろ。俺は自分がやること全部好きなんだ。というように、とにかくいちいち自分のすべてを愛しています。自分が自分の一番のファンでありなさいということは、自分に愛を吹き込む行為です。ある時、村長が言いました。愛が注がれたものからしか愛は与えられないんだよ。自分自身を愛で満たしていれば、自分の行為のすべてに愛が宿るというのです。村では狩猟をしてきたものを自分で裁き、
また飼っている鶏を締めて食事を作ります。鶏を締めるとき、大人も子供も必ず優しく鶏を抱きしめます。それは命をいただく前の儀式のようにも見えますが、それは鶏に愛を吹き込んでいるんです。捕まえられる前までどんなに羽をバタバタさせていた鶏でも、優しく抱きしめられ愛を注がれると、まるで身を委ねるようにおとなしくなります。こうして裁かれた鶏は、愛を注がれた料理として家族みんなで感謝を持って美味しくいただきます。村長は言いました。愛で満たされた人が剥いたオレンジは愛に満ち、食べた人もまた愛で満たされる。そうしてみんなの心が満たされるんだよ。だから収穫するときさえも愛を注ぐんだよ。自分が自分の一番のファンであること、それは自分に愛を注ぐことになり、それは周りの人にも愛を注ぐことにもなるのです。小さな幸せが一番大きな幸せだと気づくことから始める。文治村に伝わる幸せの3か条その1は、ご飯が食べられることに幸せを感じられるかでした。当たり前のように見える日常の小さな幸せにちゃんと気づく。ここが幸せの起点となるわけです。一つワークをやってみましょう。1、当たり前のようにある今の幸せを思いつく限り書き出してみてください。例えば、空気が吸える、目が見える、耳が聞こえる、話せる、ご飯を食べられる、歩ける、家族がいる、仲間がいる。ちゃんとノートに書いてみてください。2、今度はあなたの最大最高の願いを一つ書き出してみてください。パートナーが欲しいとか、年収1億円以上とか、海の見える家に住みたいとか、何でもいいです。一番の願いを一つ書いてください。書きましたか？では聞きます。1で書いた当たり前の幸せの中から3つ差し出してくれたら、あなたが2で書いた一番の願いを叶えてあげます。と言われたら、さて、何を3つ差し出しますか？どうですか？このワークは友人であり潜在意識 3.0 の著者、東堂ひろみさんがやっているワークなんですが、ほとんどの人は交換できないんです。当たり前に思っていたものが、実は一番の願いをはるかに超える巨大な幸せだったなんて、と多くの方がここで気づきます。大豪邸に住むより目が見える方が嬉しいし、年収1億円より耳が聞こえる方が嬉しい。家族が元気な方が嬉しいし、仲間がいる方が嬉しいんです。当たり前は当たり前じゃなかったんです。当たり前は巨大な幸せだったのです。幸せはなるものではなく気づくもの。幸せの第一歩は自分は幸福だったと知ることなんです。幸せになるには幸せを感じる心を手に入れるしかないのです。願いを叶えるだけでは永続的に幸せになれないことは僕らは実証済みなはずです。奥様方の井戸端会議に出てみてください。旦那様の悪口で大変盛り上がっております。二人が付き合えた時はあれだけ幸せだったのに。永続的に幸せになるには幸せを感じる心を育てていくしかないんです。そのための最高の習慣がハッピー習慣です。文治村の幸せのエッセンスを僕らが日常に取り入れていくには、当たり前の幸せに気づくことから始めるといいと思います。文治村の幸せの3か条、その一つ目のご飯が食べられることに幸せを感じられるかとは、小さな日常にちゃんと幸せを感じられているかってことなんです。ワーク、ハッピー習慣を身につける。ほっとする感覚、安心感をまず自分にプレゼントしてあげてください。文治村では相手を抱きしめるように話すという教えがあります。毎日お風呂の中で両手で優しく自分の体を抱きしめてあげてほしいのです。そして自分が言われたい言葉をかけてあげる。よく頑張っているね。幸せになっていいんだよ。大好きだよ。などなど。最初は恥ずかしいかもしれないけど、やってみてください。幸せのベースは安心感です。
安心感は幸せを増幅してくれる幸せの土壌と言ってもいい。安心感という豊かな土壌に幸せの種を植えていくのです。さらに毎日寝る前にノートに私は幸せです。なぜならばとあなたが幸せな理由を3つ書いてください。これが幸せの種となります。今日嬉しかったことや感謝できたこと、ときめいたこと、キュンとしたこと、笑えたこと、チャレンジできたことなど、ハッピーと思ったことを3つ書いてもいいです。書く際はその幸せをもう一度味わうように、はあ、幸せだなぁと声に出してつぶやくといいです。すると幸せの言霊が細胞の隅々まで染み入ります。1ヶ月2ヶ月と書き進めると、このノートがあなたのお守りになります。ノートを見直すと、自分は幸せにいっぱい囲まれた、恵まれた存在だったんだと気づけます。自分の一番のファンになります。あなたが今日感じたことは、1週間後には忘れてどこにも残りません。しかしこのノートに記したことは、あなたの心を一生温かく包んでくれる思い出になるのです。今回もプロローグデートのご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？いやー、相当素敵な本ですよ、これ。映画のオールウェイズ三丁目の夕日を見た時の日本人が持っていた情熱とか幸せとか、そういったものを感じさせてくれるんです。それもアフリカにある小さな文殊村でです。文殊村と日本には驚くべき関係があるのですが、それはぜひ本書を読んでのお楽しみです。本書を読んで笑ったり感動したりしながら、たくさんのエピソードに触れていくうちに大切なことに気づいていくはずです。あ、もしかしたらそうだったかもとか、こんな大事なことを忘れていたなんてとか、そんなものの見方初めてといった今の常識が音を立てて崩れていく感覚を味わいます。そして最後にはきっとあなたは涙しているはずです。本書が面白いのは、正元さんのアフリカでの体験をもとに翡翠小太郎さんが情熱解説とワークを紹介してくれること。めっちゃ感動した後にそれを自分自身のこととして体験することができるようになっているんですね。余計なことは言いません。とにかく読んだら幸せになる一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。